今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく勉強していきます。さて、皆さん、日本語であなたって実はちょっと失礼に聞こえるって知っていましたか？英語の you と同じだと思って使うと距離を突き放しているように聞こえることがあります。というわけで今日はあなたは失礼かもしれない？どうやって相手のことを呼んだらいいの？というテーマでお送りしていきます。さて、冒頭で日本語のあなたは実はちょっと失礼に聞こえると言いましたが、こんな風に思う人もいるかもしれません。でもあなたってすごく丁寧な言葉として使われていたんじゃないの？はい、実はその通りで、昔はすごく丁寧な言葉として使われていました。今では、なんとなくね、あなたって言われると、ちょっと冷たい言い方だなとか、距離感があるなって思うんだけど、そういう意味では全然なかったんですね。あなたは、もともとは、あの方、あちらの方という意味でした。というのも、あなたのあなの部分は、あのとかあそことか、あちらっていう意味のあ。そしてたっていうのは、方向、場所を示す言葉。そのため、あなたイコール遠くにいる人、または尊敬する人っていうね、ちょっと周りくどいけど優しい敬語でした。なので、平安時代から江戸時代くらいまでは、身分の高い人や目上の人、名前を呼べない相手に向かって使われていました。例えばね、武士が主君に行ったりとか、奥さんが旦那さんに行ったり、部下が上司に行ったり、かなりね、丁寧な二人称でした。じゃあどうして失礼っぽくなっちゃったのかというと、明治以降に英語の you とか、ドイツ語の do とか、フランス語の to を訳すときに、とりあえず、あなたっていいんじゃないってね、なっちゃったらしいんですね。それで、目上にも、目下にも、友達にも、誰にでも使う言葉になって、だんだんとね、敬意がなくなってしまったんですね。そして今のあなたってどんな時にじゃあ使うかっていうと、ちょっとね、喧嘩の時とか、あとは怒っている時、距離を置きたい時に使われやすいですね。なんかイメージとしては、名前を呼ばないことでちょっと壁を作るみたいな、そんなね、ニュアンスに変わってしまいました。ただね、中には、奥さんがね、旦那さんのことをあなたって呼ぶケースもまだまだ年配のカップルだとありますし、じゃあ旦那さんは奥さんに対して何て言うかっていうと、お前って言ったりもします。実はこのお前についても少し面白い背景があります。お前も実はもともと丁寧語でした。分解すると、お、前。おは、尊敬語のおですね。例えば、お手洗いのおですね。それから前っていうのは、目の前にいる尊い人という意味。つまり本来は、お前とは、目の前におられる尊い方という意味でした。なので、平安から室町時代頃までは、貴族がね、貴族に対して使ったりとか、武士が主君に対して使ったりとか、家臣が
上司に対して使うなど、目上の人への二人称として使われていました。なので、お前はかなり丁寧な言葉だと言われています。何？いいよ。ここに来ても。お前さん？さて、どうして今みたいなね、乱暴な言葉になったかというと、敬意のインフレと格下げ、尊敬語として使われていた言葉が、だんだん身分の低い人にも使われるようになります。すると、偉い人に使っていた言葉を誰にでも使う言葉、対等、等しい人に使う言葉という感じでね、だんだん、言葉がね、変化していって、最終的には人を見下す言葉っていう風に、意味がね、だんだん格下げされていきました。面白いですよね、日本語って。その相手に応じて言葉があったのに、それがね、みんなに対して使われ始めた瞬間に、一気にその言葉の意味が、マイナスになっちゃうみたいな。面白いですね。そして江戸時代後期になると、町人同士とか、男性同士の荒い会話で使われるようになって、威圧的、支配的、喧嘩調のニュアンスが強くなりました。ただ、夫婦の間では、先ほど言ったように、お前、目の前にいる人を尊敬するっていう意味で、お前っていうふうにね、使う人は、まだまだいるかなって思います。でも多分今の日本人はそこまでね、深い意味について知っている人は少ないかもしれません。さて、今日の肝心の、テーマなんですけど、じゃあ、もちろんね、じゃあ、あなたって言わないで、なんて呼ぶべきかというと、まず、名前がわかるなら、相手の名前で呼びましょう。一番安全で丁寧な方法は、〇〇さんです。何？わかったよ。わかった。にゃんにゃん見たいの？にゃんにゃん。これで、もち。例えば、佐藤さん、太郎さんっていう感じですね。そして、ちょっと親しいとか、あとは年下だったら、佐藤くんとか、太郎くん、鈴木ちゃんとか、花子ちゃんとか。そして、もし仕事だったりとか、初対面の場合には、佐藤さん、鈴木さん。これが安全だと思います。日本語では、あなたよりも、日本語では、あなたよりね、名字とか名前で呼ぶ方が自然かもしれません。さて、名前がわからないとき、どうすればいいか。ここが日本語らしさの核心です。仲良くなれる日本語の呼び方。実は日本語には、距離を縮める代名詞の代わりがあります。例えばね、40歳以上の男性に対して日本人はこんな風に言ったりします。それはお父さんです。もちろんね、あなたのお父さん、お母さんじゃないことが相手にも分かっています。それでも日本人は親しみを込めて、お父さんは何の仕事をしているんですか？とか、お父さんの名前は何ですか？とかっていう風に呼ぶことができます。じゃあもうちょっと若い人に対して何て言うか。例えば、見た目は30歳か、40歳ぐらいなんだけど、何歳ぐらいかわからないなっていうね、ラインだったら、お兄さん、お姉さんって呼ぶのがいいと思います。時々ね、街中を歩いていると、新宿とかだと、そこのお姉さんとか言ってね、声がかけられたりすることもあるかもしれません。お姉さん、お兄さんって言うと、ちょっとね、フレンドリーな雰囲気がありますね。それからじゃあもうちょっと若い子供にね、対して、なんて言ったらいいかっていうと、
お嬢ちゃん、お坊ちゃんと言ったらいいと思います。なんだかね、優しい雰囲気がありますね。はい。そこの子とかっていう風に言われるよりも、お嬢ちゃん何してるのとか、お嬢ちゃんそこ危ないよっていう風に言われた方が優しい雰囲気がありますね。そして、じゃあ、その他にどんな、言葉があるかというと、奥さんとか旦那さんって言葉、時々使われます。これはね、敬意もありつつ親しみを持って呼ばれたりします。例えば、ちょっとそこの奥さん、この野菜すごく安いよっていう風にね、八百屋さんとか魚屋さんが声をかけたりとか、ね、できますね。はい。ただし、これらは善意だったとしても、都会とか若い世代、公式の場だと、失礼とかセクハラとか差別っていう風にね、受け取られることがあります。例えばね、私結婚してないのにお母さんって呼ばれたくないみたいなね。そんなこともあります。ただ、東京とかね、大きな、町以外で日本で旅をする分には、お父さんとかね、お母さんっていう風に、年上の人に対してね、使うと、かなりね、ぎゅっと距離を縮めることができて、相手も喜ぶんじゃないかなって思います。少なくともあなたって呼ぶよりは、相手はね、ずっと嬉しいかなって思います。はい。日本語はね、すごく面白い言葉ですね。日本語は相手を関係の中に入れてから会話をする言語です。あなたっていうと、元々のね、あなたの意味が向こうにいる、遠くにいる偉い人っていう意味だった。つまり遠くにいる人、外側の人っていうのに対して、お父さんとかお母さんとか、お兄さん、お姉さんっていうと、同じね、家族みたいな、同じ空間の仲間だよねっていうふうに、相手をね、認識しています。私はあなたを仲間だと認識していますよっていうふうに、アピールできる言語なんですね。なので、ぜひね、皆さん、東京以外の場所でね、使っていただいて、東京で、相手の名前を知らないケースは、もう名前を呼ばない方がいいかもしれません。あなたとか、お父さんとか、もうとりあえず何も言わずに、と言いましょう。もしくは、すいません。この2つの言葉だけ覚えていれば大丈夫です。はい。ということでね、今日は日本語で相手のことを何と呼ぶべきかについて見てきました。あなたもお前もちょっとね、距離感がある言葉なんですね。この動画を見た後、きっとあなたは、私が言ってしまいましたね。この動画を見た後、きっと皆さんは、これからはあなたって使わないようにしようって思うかもしれません。皆さん、今週も1週間お疲れ様でした。今日はたくさん寝て、明日からの、お休み、目いっぱい楽しんでください。ということで、また次の授業で会いましょう。おやすみなさーい。